はい、皆さんこんにちは、アドプロです。今回はですね、バボラの新しいラケットであるピュアドライブ98、2023年モデルですね。こちらのインプレッションをお届けしていきたいと思います。2023年の1月に発売となりまして、過去にも動画に出ていただいたパンピーさんが購入されていらっしゃったので、僕の方からはピュアアエロの98をお貸しして、で反対にこちらが、ピュアドライブの98をお借りして、それぞれインプレをするという形で撮影をさせていただきました。で前身となるピュアドライブ VS の後継機種にあたるモデルなんですけれども、かなりねいろいろと変化はしていますので、その前作 VS との違いであったりとか、現行ピュアドライブ100との違いなども触れていきたいなと思っております。正直言ってターゲット層が広いラケットではないなとは思うんですけれども、ハマれば市販品の中でも屈指の攻撃力を引き出せるラケットだと思いますので、ぜひぜひ最後までご覧ください。それでは始めていきましょう。まずはじめにデザインなんですけれども、前作 VS のツヤがあってガンメタ系のデザインっていうところからは大きく変わっていて、今売られている現行のピュアドライブですね、通常のピュアドライブとほぼ同じデザインになっています。で表面も今回はツヤ消し、マット仕上げになってますね。ただフレームのトップのクロメットとそのフレームのロゴとか、モデル名とかっていうところも一部赤色に変更されていて、それが差し色になっていて、すごくデザイン的なアクセントが効いてるなという感じですね。パッと見は正直100とほとんど一緒なんですけど、見る人が見れば98ってわかるっていう、このぐらいの微妙なこの差、この味付けっていうのはラケットマニア的にはちょっとニヤッとしちゃう感じかなという気がしますね。でスペックなんですけれども、このようになっています。98平方インチで、重量は前作の VS から 5g 増えて 305g、バランスもプラス 5mm ですね、上がって325、スイングウェイトもですねカタログスペックになるんですが、前作290から今回は300に上がってます。そして RA 値ですね、これが前作70だったのが今回は74に引き上げられてます。74ですね、数字だけ見ると市販品の中でもトップクラスに高い数値になってますね。でラフィノさんの動画によるとですね、どうやらモールドも、VS からちょっと変更されてるっぽいんですが、正直単体で見てもどこが変わったのかっていうのは分からなくて、現物両方並べて見比べたら分かるかなっていうぐらいの差なのかなというふうに思いました。打ちやすいよ。はい、次に打球感なんですけれども、今回はですね RPM ブラストの 1.20 が貼ってあるものを打たせていただきました。で正直あれ74って聞いて、どんだけね、ガッチガチに硬いんだろうっていう風にちょっとねビビってたんですけれども、実際に打ってみるとですね、意外と硬さっていうのは感じにくかったです。意外と快適でしたね。で過去にもその前作の VS っていうのを所有していて、いろいろストリング試したりしていたんですけれども、何貼っても結構なんか硬さというか打ち負ける感じというか、結構きついなっていう感じがねあったんですよ。でそういった部分は今回のこの98になってかなり改善されてるかなと思います。でこの背景には2つの大きな要因があるかなと思っていて、1つ目がその 305g、バランスが325、そしてスイングウェイトが300っていうところで、重みによるパワーっていうのが飛躍的に上がっているっていうところ、そして2つ目はその98平方インチで RA が74っていう、合成が高い
いんですよね。なので、その力を伝える効率、伝達効率っていうのが非常に良くなっているっていうこと、この2つが組み合わさることでその相手のボールに負けずに、ラケットがこうしっかり打ち返してくれる感覚っていうのがかなり増してる。なので、結果として意外なほど快適に打てたのかなというふうに思います。はい、では次にですね、性能の方を見ていきたいと思います。まずストロークなんですけれども、このラケットの旨味が一番感じやすいのは、ストロークで、その中でも両手のバックハンドっていうのがかなり打ちやすかったです。で、コンパクトなテイクバックでも、一度こう振り出していければですね、ボールに打ち負けずにフォローするまで一気に振り抜けるなっていう感じになってます。で、弾道自体はわりかし低めに出やすくて、E ゾーンの98とかとそんなに変わらないぐらいの高さに出ていくことが多いかなという感じでしたね。ただこっちの方がより推進力が出る印象があって、どんどん打っていきたくなるなというそんな感じでした。で、両手バックハンドなんですが、本当にもうコンパクトに振ってインパクトだけとにかく強く当てるんだっていう感じで集中して打ったら、想像以上に速いボールがいくので、普段ね片手打ちではあるんですけれども、歴代試してきた中でも両手バックハンドの打ちやすさっていうのはトップ3には入るラケットなんじゃないかなと思いますね。はい。で、反対に片手のバックハンドは、正直辛いですね。振り回そうとするとちょっとね、ラケットが重いっていうこともあってですね、なかなかうまくいかなくて、逆にやっぱりこうコンパクトにインパクトだけ強くフラットにこう当てるっていう感じにすると、なんとか使えるかなというそんな感じでした。次にボレーですね。ボレーに関しては、まずその操作性とかっていうのがすごく重要になってくると思うんですが、その部分に関して言うと正直褒められるようなラケットではないんですが、意外とボレー打ちやすかったです。安心して、ボレーできるなという感じでしたね。ここもやっぱりその重みと剛性っていうのがしっかりあるので、相手の速いボールもラケットが打ち返してくれる、跳ね返してくれるみたいな感じがありまして、もう本当にラケットを無駄に動かす必要がないので、操作性のあんまり良くないっていう部分が気にならないのかなというそんな感じでしたね。はい。で、ラケットの味付け的にやっぱりそのサーブとかストロークの、強いボールを打ち込んでいくっていうのが軸になるモデルだと思うので、相手をね十分にもこう追い込んで、その後ボレーで確実に決めるっていう使い方をするのであれば、もう全然ボレーの打ちやすさとか性能とかっていうのは、全く気にならないんじゃないかなというか、必要十分なものになってるんじゃないかなと思います。これがダブルスで頻繁にボレーをするっていうような人であれば、100をカスタムして使った方が無難ではあるんだろうなとは思うんですが、シングルスとか、ストローク主体だよっていう人には、98もいいんじゃないかなという感じですね。はい。で、最後にサーブなんですが、特にそのファーストサーブでスピードを重視したようなフラット系のサーブっていうのはかなり球威が出る感じありました。サーブで押し込んで、甘くなったリターンっていうのをこうストロークでもう引っ叩いて決めていくっていう、そういう攻撃的なプレーっていうのがすごくこうイメージしやすいラケットだなと思いますし、そういうプレーとの相性も、すごくいいだろうなと思いました。はい。で、セカンドのスピンサーブとかも、弾道の調整しやすさとか回転のかけやすさっていうのは平均以上かなと思うんですが、ただ、スイングが緩くなってしまうと推進力が得られなくなって相手の内ゴロになってしまうのかなという感じだったので、常にね攻撃的にプレーするっていうのは大事なのかなと思います。はい、ではここからはですね、他のラケットとの比較っていうのをちょっとね駆け足でやっていきたいなと思います。まずバボラの同じそのブランド内でのラケットで比較対象としてはやっぱりピュアドライブ100ですね、はい、と前作のピュアドライブの VS、 そしてピュアアイロの98あたりが気になるところなのかなと思うので、軽く比較していきたいなと思います。まずピュアドラの100と比べるとですね、重みによるパワーっていうのは
98の方がやっぱりありますと。なので、98の方がシングルスよりストロークよりっていう感じに仕上がってるかなと思います。そういう人なら98の方がいいと思いますし、ダブルスやるなら100の方が反発力もあってボレーもしやすい、安心かなっていうところですね。ここの選び分けは比較的しやすいんじゃないかなと思います。で次にピュアドライブの VS ですね。前作とどう違うのかっていうところになってくるんですが、個人的には98の方が完成度高いんじゃないかなとは思ってますね。はい。で VS に関して言うとフレームが 300g、320のバランスにスイングウェイト290だったんですが、ちょっとねそのパワーが足んなかった感じはしますね。ちょっとストリングをある程度いじってもなんかちょっと硬いなっていう感じがあったんで、そういったところの不満っていうのが今回解消されているかなと思います。その代わりターゲット層っていうのは少し高いレベル帯の方に絞られた感じはあるかなと思うんですが、その分使える人にはより大きなメリットっていうのが生まれているのかなという感じでした。はい。そしてピュアアイロン98なんですけれども、同時期に発売になっているし、98で 305g っていうところは共通しているんですけれども、正直かなり別物っていう感じになってるかなと思います。でアイロン98の方が、相当しなやかなフレームになってると思いますし、飛びに関しても控えめになってるかなと思います。その分アイロンに関して言うと、安心して振り切れるので、懐が深いプレーができるかなっていう感じ、そのプレイヤー側が安心して振り切れるような仕上がりになってるかなと思います。で一方のピュアドラの98に関して言うと、正直ピーキーな感じはあるんですが、それの代わりにパワーがすごく出やすいので、乗りこなすことができればすごい火力出せるよねみたいな、そんなね結構尖ったラケットっていう風に言えるんじゃないかなと思います。では他社のラケット、ライバルラケットと比較もしていきたいなと思います。スペック的に近いところ、コンセプトも含めて考えると、FX500 ツアーとか、イーゾン98、エレベート98、ウルトラツアーの95ぐらいをピックアップしてもいいのかなという感じですね。で、ちょっとね、そのマニアックかもしれないんですが、個人的にはウルトラツアー95の系列のラケットに近い印象はあるかなと思います。重みがあって、高い剛性があって、そして爆発的なパワーが引き出せる。ただそれを使いこなせるのかどうかっていうところがすごくポイントになるラケットっていうところではすごく似てるんじゃないかなと思いますね。でじゃあそういったラケットたちと比べてピュアドライブ98を選ぶ理由は何なんだというふうになると、100平方インチ未満の中ではすごいパワーがあってすごい攻撃力を実現できるんだけれども、ウルトラツアーとかとは違ってその27インチですね、ノーマルのレングスになってるっていうところは、ミソなんじゃないかなと思いますね。やっぱりそのちょっと長いことによる違和感っていうのが出てくる部分はあったりすると思うんですね、中には。そういったのが心配しなくていいので27インチなので、なのでそういったところがセールスポイントになるんじゃないかなと思います。対象ユーザーがね幅広いとは思いませんけど、刺さる人には最高の武器になるんじゃないかなと思います。はい、では最後にですね、実際に使ってみて感じた高評価なポイントと低評価なポイントですね、正直にお話をしていきたいなと思います。まず良かったところなんですが、スピードであったりとか球威っていうのは非常に出しやすいですね。そして両手バックハンドめっちゃ打ちやすかったですね。このラケットを使うんだったら僕バックハンド両手にしようかなと思うぐらいで良かったです。クリアでちょっと硬めの打球感っていうのも、ストローク主体でプレーするっていうことを考えればむしろプラスになるところもあるかなと思います。そしてデザイン的にはですねほぼ100と共通してるんですが、赤がアクセントで入ってるっていうのはいいんじゃないかなと思いますね。はい、そして一方でいまいちだったところっていうのは間違いなくその合う合わないっていうのははっきり出るタイプのラケットかなと思います。前作がそこまで尖ってなくていろんな人が試せるっていうような感じはあったんですが、今回は、もっとハードルを少し上げて、その分尖らしてありますよみたいな感じかなと思います。でもう一つちょっと気になった点としては、正直もうカスタムする余地っていうのはほとんど残されてないんじゃないかなという感じですね。よっぽどその
スキルも、フィジカルもすごいレベルにあるっていう人を除けばですね、一般プレイヤーがこのラケットを、もっともっと重くしてとかっていうカスタムをする余地は残されてないんじゃないかなとは思います。なので、いじりたいっていう側面に立って言うと前作の VS の方が、そのいじれる範囲は広かったかなと思うんですが、今回はもうノーマルで、かなり、完成度が上がったんじゃないかなというふうにも言えるのかなという、そんな感じでした。はい、ということで今回はですね、ピュアドライブの98をインプレさせていただきました。RA が74、重さも上がってるっていうところで、かなり尖ってんなっていうところで、正直使うまではビビってました。かなりカッチカチで、なんじゃこりゃみたいな感じになるのかなと思ってたんですが、意外とちゃんとまとまってて、ちゃんと振れば、めっちゃスピード出ますよねっていうのがこうはっきりわかる、ある意味です素直、ある意味で素直なのかなというふうにも思ったし、使える人にはすっごいいい武器になるし、その替えが利かないラケットになるんじゃないかなと思いました。で、ピュアアイロの98に関してはですね、こちらもですね、今インプレの動画編集を進めておりますので、またちょっとお待ちいただければなと思います。はい。もし気になったこととかあればですね、ぜひコメント欄の方に書き込んでいってください。今回の動画以上です。それでは。